エモンレポートへようこそ。こんにちは。オプショントレードのコミュニティ、ギルド集会所ご案内役のみやびです。この動画シリーズは、ブログのエモンレポートを補完する内容でオプション取引を解説していきます。エモンレポートとこの動画を見るだけで、きっとオプション取引が完璧に理解できるようになると思いますよ。と言いたいところですが、正直に申し上げると、それだけではオプション取引はほとんど理解できません。ご自身でもしっかりと学んだ上で実践するべきだと私は思っています。というのも、オプション取引は鋭い刃物のようなもので、正しく使えば便利な道具ですが、使い方を間違えてしまうと自分を傷つけてしまうことになりかねないからです。教科書に書いてある程度の基本的なオプション用語の解説はしません。もし意味のわからない言葉が出てきたときは、ご自身で調べながら少しずつ進むといいと思います。エモンレポートやこの動画シリーズは、そんな勉強熱心な皆さんの助けになることを目指しお届けしていきます。さて、今回はシリーズ初回ということで、オプション取引のやり方をざっくり解説をお送りします。日経225オプション専業トレーダーの取引スタイルの一つとして参考になると思います。10分程度の動画となりますので、どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速本編に行きましょう。オプショントレードのおさらい。基本的なオプショントレードは、コールの売りと買い、プットの売りと買い、そして先物の売りと買いの6つのポジションを組み合わせた合成スプレッドを1つのポジションとして運用します。コールもしくはプットを単に買うこと売ることを裸買い、裸売り、ネイキッドロング、ネイキッドショートなどと言います。しかし一部の局面を除いて基本的にオプションを裸で売買することはありません。多くの場合、オプションが持つ特性を生かすために相場の方向性リスクを消したトレードを行うからです。そのために最低2つの縦玉が必要となります。2つ以上の縦玉をまとめたポジションのことをスプレッドまたは合成スプレッドと言います。合成スプレッド。いくつか簡単な合成スプレッドの例を挙げます。コール売りとミニ買いを組み合わせた合成スプレッドはカバードコールと言います。プット買いとミニ買いを組み合わせた合成スプレッドはプロテクティブプットと言います。カバードコールとプロテクティブプットを組み合わせた合成スプレッドはフルヘッジベアシンセティックと言います。このように複数のポジションを組み合わせた合成スプレッドをワンセットとし取引するのが基本です。オプション、先物、権利行使価格と現月の組み合わせで無数の戦略を組み立てることができます。ですので、トレーダーの数だけオプション取引の手法は存在すると言えます。権利行使価格と現月については後ほどお話しします。流動性と成り行き注文。特別に事情がない限り、基本的に流動性が厚いオプションを取引します。権利行使価格は流動性のあるところで250円刻みのところを使用します。125円刻みの権利行使価格は流動性が薄いので注意しましょう。現月もやはり流動性のある記事価か木先を主に使用します。しかし、日中の流動性は厚くても深夜になると薄くなるので注意が必要です。また、注文は成り行きでは決して出しません。指し値で板に並ぶか、開いているスプレッドに割り込みます。ですので、約定するまで長時間待つこともあります。スプレッドに割り込めば、大抵はアルゴが拾ってくれますが、アルゴ不在の夜間や急いでる場合などは、しぶしぶ裁量執行地にぶつけます。グリークス。合成スプレッドは、マーケットの変化や時間経過に応じて、ポジションの入れ替えを行い、異なるスプレッドに変形していくこともあります。ポジションの入れ替えを行うということは、ポジションのリスクを管理するということです。先物の損益は線形であるのに対し、オプションの損益は複数のパラメーターが互いに影響するため、非線形を描きます。
非線形であるオプションのリスクを測るためには、グリークスを物差しとして使用します。グリークスは日本語でギリシャ指標とも呼ばれます。オプショントレードで必須のグリークスは、デルタ、ガンマ、セータ、ベガの4つです。必要に応じてその他の工事グリークスを管理することもありますが、それはまた別の機会に解説します。4つの必須グリークス。デルタは原資産価格の変動がオプション価格に与える影響度を示すリスク指標です。例えば、デルタプラス 0.1 の値を持つオプションは、ミニ買い1枚と同量です。デルタマイナス 0.2 の値を持つオプションは、ミニ売り2枚と同量です。ガンマは、原資産価格が1単位変動した時のデルタの変化率を表したリスク指標です。日経225が100円変動した場合のデルタの増減を示しています。オプション買いのガンマ値はプラスとなります。逆にオプション売りのガンマ値はマイナスとなります。セータはタイムディケイ、つまり時間経過による1日あたりの原価額を示すリスク指標です。例えば、セータマイナス10の値を持つオプションは24時間で10円減価していくことを表しています。ベガはインプライドボラティリティが 1% 変動した場合にオプション価格がいくら変動するかを表すリスク指標です。例えば、ベガ10の値を持つオプションはインプライドボラティリティが 1% 増減するとオプション価格は10円増減します。オプション買いのベガ値はプラスとなります。逆にオプション売りのベガ値はマイナスとなります。インプライドボラティリティに関してはこの後に説明します。4つのグリークスの中でセータ以外のデルタ、ガンマ、ベガはオプショントレードを行っていく上で常に管理していかなければならない最重要グリークスとなります。セータはガンマの裏返しであり、単に時間的価値の減少を表すものなので無視するオプショントレーダーもいます。くどいようですが、デルタ、ガンマ、ベガは超重要です。死にたくなければ絶対に目をつぶらないでください。数字アレルギーの方は慣れるまで小難しい印象を持つかもしれませんが、慣れてしまえばなんてことはありません。インプライドボラティリティ。ベガの説明で出てきましたインプライドボラティリティは、オプション価格からブラックショールズ方程式を逆算して求めたボラティリティです。インプライドボラティリティを略して IV と言います。インプライドとは内包されたという意味で、同じボラティリティでもヒストリカルボラティリティとは全く異なるものなので混同しないようにしましょう。 IV もグリークスと合わせてオプショントレードでは必須です。 IV が上昇することを盛る、低下することを下げると表現します。先物の上げ下げを組み合わせて表現することもあります。例えば、先物が上昇しながらプットが盛り、コールが下げる典型的な IV 変化のパターンがありますが、これを上げの P 盛り C 下げといった感じです。デルタを消してベガを抜き出し、IV の盛り、下げを取りに行くことを目的としたトレードをボラティリティトレードと言います。先ほどの解説に出てきました合成スプレッド、フルヘッジベアシンセティックはミニ買いでデルタを消したデルタニュートラルのポジションとなります。その上で、上げの P 盛り C 上げの局面では、ロングしているプットの IV が盛り、ショートしているコールの IV が下げるため、合成スプレッドにはベガ液が乗ります。あとは、先物上昇によってショートしているコールから生じるガンマゾーンや、時間経過によるセータゾーンが影響し、こうしたグリークス同士の損益の綱引きの結果、スプレッド全体の評価が決まります。オプショントレードはボラティリティのトレードとも言われ、このように IV の変化によって得られるベガ液を取りに行くのがメインの手法となります。IV の変化は飯の種なのです。また、先物の買いのことをロング、売りのことをショートというのは皆さん周知のことと思いますが、オプショントレードでロングというと、ベガの買い、ショートというと、ベガの売りの合成スプレッドのことを指すのが一般的です。ポジション管理とスマイルカーブ。オプショントレードに必要不可欠なツールが2つあります。1つはグリークスを計算するためのポジション管理ツールです。
ブラック・ショールズ方程式を組み込んだものが一般的です。複数のオプションを組み合わせて合成スプレッドとするために、グリークス計算だけではなく、損益曲線を視覚的に表したペイオフダイアグラムを表示できるツールが便利でしょう。2つ目はスマイルカーブです。これは IV を権利行使価格前に並べたカーブになります。スマイルカーブはオプション独自のチャートと言えます。オプショントレードはボラティリティのトレードであり、スマイルカーブの変化を観察しながら行うために、スマイルカーブがわからなければ何もできません。詳しくは別の動画で説明していきます。スマイルキャッチャー。エモンレポートでは、Excel で動くスマイルキャッチャーというツールを配布しています。リアルタイムなスマイルカーブを見ながらポジション管理ができるツールとなりますので利用するといいでしょう。また、スマイルカーブはこの YouTube チャンネルでライブ配信していますので、ぜひご活用ください。それでは今回の動画はここまでとなります。またお会いしましょう。